こんにちは。ジャパニーズアベニューへようこそ。たけるです。みゆです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今日のテーマなんですけど、結構身近だけど奥が深いかもしれない日本の会社文化についてです。日本の旗書き方。独特な面ありますよね。伝統的な部分と、あと最近の新しい動き、その両方を見ていきたいなと。集団を大事にする文化とか、先輩後輩の関係、あとは、飲み会。そうですね。それに、最近だと、働き方改革なんていう言葉もよく聞きますし。そのあたりの、伝統と変化のダイナミズムみたいなところを今日皆さんと一緒に深掘りできたらなと。面白そうですね。最後まで聞いていただくと、日本のビジネスへの理解がぐっと深まるんじゃないかと思います。で、まず、日本の会社文化の根っこにあるのって、やっぱり集団を大切にする考え方、これですかね。そうですね。個人よりもチームとか、会社全体とか、そっちを優先するっていうのは、根強いかなと。ただ、それが窮屈のだけじゃなくて、一体感とか、安心感みたいなものにもつながってる部分もあるんですよね。なるほど。時間厳守なんかもその表れ？それもそうかもしれませんね。時間を守るっていうのは、集団行動をスムーズにするための、規律意識みたいな。確かに。で、その集団の中での人間関係でちょっと特徴的なのが先輩後輩じゃないですか。はいはい、ありますね。これってただ勤続年数が違うってだけじゃない、もっと深い感じがしますよね。そうですね。教えたり、学んだり、時には助け合ったり、ちょっと教育的な側面も入ってますよね。だからこそ、敬語。相手とか場面に応じた丁寧な言葉遣いがすごく大事になってくる。敬語は大事ですね。上司への、いわゆる報連相。報告連絡相談ですね。これが徹底されるのも、そういう縦の関係と、あと業務をスムーズに進めるための知恵みたいな。なるほどな。外国人の方が最初に「え？」って思うのって、お辞儀の角度とか、あと名刺交換のやり方とか。細かいマナーですね。名刺を相手の分身みたいに両手で丁寧に扱ったり。その所作一つ一つに相手への敬意が込められてるっていう感じですよね。会議での沈黙なんかもちょっと独特かなと。沈黙。あれは別に意見がないわけじゃなくて、むしろじっくり考えてる時間みたいな、そういう意味合いが強いんですよね。いきなり反対するんじゃなくて、まず相手を受け止めるみたいな文化なのかもしれないですね。面白いですね。それから仕事の後のコミュニケーション。飲み会も。飲み会ありましたね。かつてはちょっと反強制みたいな雰囲気も。そうありましたよね。でも最近はだいぶ変わりましたよね。もちろんお酒の場で本音で話して距離が縮まるっていう良さもありますけど、プライベートを大事にしたいって人も増えて、参加は個人の自由だよねっていうのが普通になってきてますね。これは大きな変化ですよね。一方でちょっと課題として長年言われてたのが残業の多さ。残業。これは仕事量が単純に多いってだけじゃなくて、周りがまだ帰らないからちょっと帰りづらいなみたいな同調圧力とか。ありますね。あと長時間働くのが美徳みたいな価値観も影響してたかなと。こんにちは。ジャパニーズアベニューへようこそ。働き方改革の波が来たと。よろしくお願いします。はい、そうです。よろしくお願いします。国も企業も残業時間の上限を決めたりとか、有給休暇をもっと取るように進めたりとか。あとはテレワークとかフレックスタイムとか、そういうのも導入してかなり本腰入れてますよね。フレキシブルになってきてるんですね。単に時間を減らすんじゃなくて、生産性を上げて仕事と生活のバランス、ワークライフバランスですか？それをちゃんと実現しようっていう意識が高まってますね。なるほど。じゃあその伝統的な集団意識とか礼儀作法みたいなものは残りつつも、個人の働き方とか価値観はどんどん多様化してるって感じですかね。そうですね。まさに今過渡期にあるって言えるかもしれません。この変化を知っておくのは、日本で働くとか日本の企業と付き合う上でもすごく大事なことですね。本当にそう思います。さて、ここでですね、今日話した内容に関連するキーワード、特に日本語を勉強中の皆さんにも役立つかなと思う言葉をいくつか簡単に解説しましょうか。いいですね。まず先輩後輩ですね。これは職場とか学校とかで自分より先に入った人が先輩、後から入った人が後輩。
単に上下関係ってだけじゃなく、経験を伝えたり、敬意を示したりする日本独特の関係性を表す言葉ですね。次は働き方改革。はい。これは長時間労働をなくしたり、お休みを取りやすくしたり、いろんな働き方を認めたりして、働く環境をもっと良くしようっていう日本全体の取り組みのことです。国を挙げての動きってことですね。そうですね。そして最後に飲み会。飲み会。これは仕事の後とかに会社の同僚とか上司と一緒にお酒を飲む会のことですね。コミュニケーションの場ってされてきましたけど、そのあり方もさっき話したみたいに変わりつつありますね。確かに伝統と変化が入り混じってる日本の会社文化。もし皆さんが日本の会社で働くとしたら、どの部分に一番興味持ちますか？あるいは逆にここが難しそうだな、チャレンジングだなって感じる点はどこでしょうね。ぜひちょっと考えてみてください。さて今日のジャパニーズアベニューはこの辺で終わりにしたいと思います。いかがでしたか？この話が少しでも役に立ったなとか面白いなと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録、それから高評価、あと通知設定をオンにしてもらえるとすごく嬉しいです。皆さんの応援が私たちの励みになります。本当に。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。